世の中にあふれる可愛い顔のキャラクターたち。可愛い顔はいくつかのポイントを押さえておけば意外と簡単に描けます。例えばこちらのずんだもん。実は僕の顔の特徴もそのポイントにバッチリ当てはまるのだ。ということで今回は僕が可愛い顔の描き方を詳しく解説するのだ。この動画を見ると可愛い顔を描くために必要な4つのポイントがわかるのだ。あと AI に可愛い顔のキャラクターを描いてとだけ指示したら描けるのをって気になったので実際に試してみたのだ。結果は可愛い顔のポイントを押さえた顔を生成してきたよ。詳しい結果は動画の後半で紹介するのだ。では実際に描きながら可愛い顔のポイントを説明していくよ。まず丸で頭の当たりを描きます。これはまん丸のような丸で OK。 当たりが描けたら頭を4分割する縦横の補助線を引いておくのだ。そしてここからが一番大切なポイント。横に引いた補助線の下側に目や鼻、口などの顔のパーツの当たりを描いておくのだ。これができたら可愛い顔は8割方描けたと言っても良いくらい。この目や鼻の配置が重要なポイントになります。顔の当たりが描けたので本格的に描いていくのだ。さっき当たりを丸で描いたけど可愛い顔の頭の基本形は丸型。一般的な人間の頭部は縦長の楕円球型なんだけど可愛い顔を描くときにはそれは虫、丸あるいは球を意識して頭の形を捉えておくのが良いのだ。ここからもう少し見た目を良くしたい場合は頭の形を少し調整しておくと良いのだ。上の方の頭に当たる部分は大きめに、そして顔の部分は少し小さくなる感じに描いておくと良い感じになるのだ。ほっぺたを少し膨らませてぷっくりした感じに描いておくとなおよし。次に目を描いてみるのだ。目の当たりを描いたところに少し大きめに描きます。可愛い顔は大きい目が命。実際の人間の目よりかなり大きなサイズになるよ。でも大きすぎると顔全体のバランスが悪くなってしまうのでほどほどに。目の大きさの目安は頭の縦幅の4分の1くらい。また人間の大人の目の位置は頭の真ん中あたりに来るけど可愛い顔を描くときに同じように目を真ん中あたりに置くと可愛い感じがなくなってしまうので注意が必要なのだ。可愛い顔を描きたい場合は特にこの目の位置が大切。絶対に真ん中より下の位置をキープしておくのだ。目が描けたら当たりを取った鼻や口も描き込んでいきます。鼻や口は目に比べてかなり小さめに描くといいのだ。僕みたいにもはや鼻がなくなってしまっているキャラもいるしね。可愛いキャラは口呼吸が基本。最後に耳を描くのだ。耳も一般的な人間の配置とはちょっと異なるよ。一般的な大人の頭だと耳は眉と鼻の頭の間に収まる感じだけど可愛い顔を描く場合はこれよりも少し下に下げておくのがポイント。耳の上端は目の目尻くらい、下側は鼻の頭の位置か上唇くらいまで下げるのだ。さらに耳自体もちょっと大きめに正面側に向かって立っている感じで描くと良いよ。そうすると可愛い感じが出ます。ちなみに僕には人の耳はついてないけどね。これで可愛い顔の基本的な土台が出来上がりました。あとは目や鼻のディテールを描き込み髪の毛なども描き足したら可愛い顔の完成。可愛い顔をデザインする時の基本的な土台としてこの比率や特徴を覚えておくと役に立つのだ。実はこの可愛いキャラの頭の特徴は実際の人間の子供の頭の比率に近いものなのだ。頭蓋骨が成長しきっていない子供の頭部は丸顔で頭の部分が大きく顔に当たる部分が小さくなる比率になっているのだ。そしておそらく人の脳はこういった子供の比率の顔を本能的に可愛いと感じるようになっているんだろうね。
可愛い顔をデザインするときは人間の本能的な部分に訴えるようなデザインが大切ってことだね。あと今回の動画を作っている途中に、そういえば AI って人間が可愛いと感じる顔を知っているのと気になって、チャット GPT に可愛い顔を生成してもらいました。チャット GPT にはこのような感じのざっくりとした指示だけ出したのだ。生成する画像についていくつか確認してきたので、今回の解説動画の内容と同じような感じの絵になるように、追加でこういった指定だけ出して、可愛い顔の解釈自体はあくまでチャット GPT に任せてみました。そして出てきた結果がこちら。年齢的には少し幼い感じだけど、可愛い顔になるポイントは全て抑えられているのだ。これは AI は人間がどんな顔を可愛いと感じるのかをすでに理解しているということを加えて、少し年齢の高いキャラクターの生成指示も出してみました。14、15歳のキャラは生成を拒否されたので、もう少し年齢を上げて成人である18歳から20歳くらいの年齢で生成するよう指定したのだ。それで出てきたのがこちら。年齢が上がったので頭部は楕円球形になり、目のサイズも小さくなっているけど、それ以外は可愛い顔のポイントを押さえて生成されているのだ。なんかどっかで見たような顔になるのは何か理由があるのだ。でもこの進歩がわずか 1、2 年であったと考えるとちょっと怖い。では話を戻して、可愛い顔を描くための4ポイントをまとめておくのだ。まず1つ目は頭のあたりを丸か球で取って4分割した補助線の中央より下に目や鼻、口のラフを描く。ここが一番大切。2つ目に頭部の形は球形、頭の部分を大きく、顔の部分はやや小さめに描くのがポイント。3つ目に目は実際の人間のものより大きめにデザインする。大きさの目安は頭の縦の長さの4分の1程度。4つ目に耳は上端が目尻、下端が鼻の頭の位置に来るように配置し、やや大きめに描く。この手順で描けばきっと AI に負けない可愛い顔が描けるようになるのだ。可愛い顔というのは子供の顔をベースにしたデフォルメ。今回説明したような比率で頭や顔のパーツを配置していけば、ベースは意外と簡単に作れるのだ。ぜひ今回の比率を覚えて可愛い顔を描いてみてちょうだい。なお、美少女キャラとか萌えキャラと言われるキャラクターの全身を描くコツは別の動画で解説しているのだ。概要欄にリンクを貼っておくので、興味があったらぜひ視聴してみてほしいのだ。あと、基本的な顔の描き方を解説した動画もあるので、こちらもよければ見てみてね。ということで、今回の動画は以上なのだ。もし、この動画が気に入ったならチャンネル登録もよろしくなのだ。それでは、ご視聴ありがとうございました。